丈夫これ。この動画をきっかけにこのチャンネル崩壊していかない？てっ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 て。よいしょ。やっほー。こんばんは。小原の部屋へようこそ。サムネをご覧いただいて分かってる方も多いかと思いますが、今回の企画でなんか私が丸裸みたいな、なんかいろいろ分かってしまうみたいです。究極の2択選んでって、でその選んだ情報をチャット GPT にどんどん情報を入力していくと。それを何問ですか？20問です。20問やって、こいつはこういうやつだよって分析されるっていう恐ろしい企画でございます。早起きか夜型か。夜型です。夜型ですね。はい、早起きになりたい。一人で回復する、人といて回復する。人といて回復、人に会えて回復するかな。気持ちがダウンした時ってことですよね。そうですね、冒険を選ぶ、安全を選ぶ。冒険。計画して動く、流れで動く。両方はないもんね。ものによるなにしとこうかな。ものによってはこっちなんだけど、全部ちゃんと計画してるかっつったらそんなきっちりした性格じゃないんで。安定した毎日、刺激のある毎日。分かってる。安定してる方がいいんだよ。そうなんだよ。こっちと言いたい。ご飯食べて、寝れて、あったかい布団で寝てって方が一番幸せなの。正直にいこう。感情を表に出す、内にしまう。いやもう明らかにわかるよね。こっちだよね。もうこっち出したら嘘つきだよね。自分の気持ちが優先、周囲との調和が優先。ものによる。まあでも自分が苦しくなっちゃうのは嫌かな。すぐ決める、じっくり考える。すぐ決める。失敗しても挑戦、後悔しない選択。効率が重視か、納得感が重視か。納得感。はっきり伝えるか、空気を読むか。まずこっちかな。変わり続けたい、今の自分を大切にしたい。両方だな。今現状を聞かれてるもんね。はい。一旦こっち。結果を重視、過程を重視。一度決めたら貫く、状況で変える。状況で。得意を伸ばす、苦手を克服する。最近はこっちかな。役柄的にね。広く浅く、狭く深く。こっちに思われがちなんですけど、こっちかな。自由が最優先、責任が最優先。いや大人になると責任は伴うんですけど、自由でいないと私はのびのびと生きれないので、こっちかな。今を楽しむ、未来に備える。今。自分を理解したい、周囲に理解されたい。自分を理解したい。正解を探す、自分なりの答えを作る。自分なりの。難しいのありました？あったね。なんか両方だなっていうものもあったりしたから、なんか前やったなんか選択のとは全然違うよね。一生何々が食べれないかみたいな、なんかこっちを選ぶかみたいな、そういう面白系じゃなかった気がする。そうですね。性格分析みたいな、そういうやつでしょ。はい。結果が出てもう出たの？まず総合で言うと、あなたの性格タイプは熟考型×現実安定思考×効率重視×協調型。どんな人間だで、性格の特徴が思考の癖の部分は直感よりも考えてから動く。で、勢いで決めることは少なく、
納得できないと動きづらい。どうしよう、全部逆だよ。全部逆ですか？直感だよ、私直感でしか生きてないよ。なんか一見慎重だけど無駄を避ける賢さが強みって言われてます。それはある。で正解と失敗をちゃんと意識するタイプはいはい。って言ってます。そうですか。はいで人との関わり方は、安全な内向でも外向でもなく、一人の時間も必要だが信頼できる人との共有は大事、で空気を読む合わせるっていうのが得意、グループでは調整役だったり安定役になりやすい、で価値観人生観は、失敗しにくい選択を好む、変化は嫌いではないがちゃんと意味が欲しい、今の自分を壊すよりも少しずつ良くしたい、継続積み上げが向いている。結果そうだよね。苦手だけど。で努力の仕方、だらだらする努力は苦手、これは意味があるを常に考える。わかる。成長や効率を意識できる現実派、でさらにゴールが見えると一気に強くなる。そうなんですね。で向いている環境役割、向いているのはルールや目的が明確な環境、例えば企画補佐分析系実務思考が必要な仕事。そんな仕事できないです。専門性を積み上げる分野、でもこれじゃないですか、が向いているみたいです。で苦手になりやすいのは、ノリと勢いだけの集団ざわざわしてます。大丈夫ですか？ノリと勢いの集団で、それが小原の部屋みたいな感じ。大丈夫？この動画をきっかけにこのチャンネル崩壊していかない？さっきだってもうこの衣装でわかるような、新年明けましておめでとうございますって言ったよ。今年1年も仲良くやってきますって言ったのに、この動画で正解がなく丸投げされる環境、感情論だけで動く人間関係が苦手になりやすいですね。で成長のヒント、過去重要って書いてあります、考えすぎて動けなくなる時がある70% の納得で一度動いて OK って書いてありますで安定思考が強い分、小さな挑戦を意識的に入れると◎、効率を人にも求めすぎないことって書いてあります、でもしよければ今度は MBTI とかやってみませんかっていう提案が最後にありますね。こんな感じです一応。それ MBTI は何々ですって入れたらまたなんか出てくるの？出てくると思います。 ENFP です。結論から言うと、典型的 ENFP よりもかなり思考と現実感覚が鍛えられた ENFP。 なんかそんな気はする。全体像、あなたはENFP の柔軟さ、人間理解力を土台に、慎重さや効率、現実判断を後天的に身につけたタイプ。つまり理想と現実を行き来できる ENFP。 なんかそんな気はする。で ENFP らしい部分、人の価値観や感情の違いに敏感、正しさよりも納得、意味を大事にする、自分なりの答えを持ちたい欲求が強い、対人関係としては外交的だけど一人の時間も必須、という ENFP の典型的特徴が出ています、表面的な付き合いは疲れやすい、深い話、価値観の共有が好き、人と話すことで思考が整理されるみたいです。であなたの個性、思考がかなり強いです、行動スタイルは熟考型、で、衝動的に動かない、一度立ち止まって本当に意味があると考える、失敗や無駄を現実的に避けたい。一回考えるんだけど、走りたいって走っちゃう時もあるけどで安定思考が意外と強い、大きな冒険より失敗しにくい成長、環境や基盤を大事にする、継続できない夢には乗らない、夢は見るが賭けには出ない ENFP。 たまに賭けに出るよかなり重要、また出てます。何？内部で起きやすい葛藤、
あなたの中では常に自由に広げたい自分 ENFP の思考と無駄を避けたい自分現実派が同時に存在しています。その結果やりたいことは多い、でもちゃんと意味がないと始めたくない、ワクワクするのに慎重のブレーキがかかる、これが動けない時のストレスの正体ですって書いてあります。病院みたいだねで強みかなり高レベル、強み1、人と思考の両立、共感力がある、でも感情論には流されにくい、ので調整役、翻訳役が非常に得意。翻訳小葵の翻訳人の翻訳ですね。なるほどね。で強み2、価値観の言語化、曖昧な気持ちを言葉にできる、人の考えを整理して返せる、教育企画コンサルなどに強い、強み3、成長の再現性、感覚だけでなく方法を考えられる、一度ハマると長期で伸びる、で注意点弱点、ちょっと正直に言いますって書いてあります。考えすぎてスタートが遅れる、これが意味があると強すぎると挑戦が減ってしまう、ENFP なのに自分を ENFP っぽく感じない時がある、でもこれは欠点ではなく成熟って書いてあります。わかりましたあなた向けの成長ヒント、80% 納得で一度走りましょう、小さな実験感覚で挑戦しましょう、意味は後から作っても大丈夫です。完璧な道筋を持たないこと、ですね。すいませんでした当たってる。当たってました。頭の方はちょっと違ったけど、基本直感行動力はあるから、でも若い時の方がなんか考えずに突っ走って結果うまくいってることが多かったから、だから勢いが多かったけど、やっぱ年齢重ねていろんな経験経てるから考えるようにもなったんだろうね。だから立ち止まってっていうのが結構出てきたけど、立ち止まって考えてこれメリットがあるのかとか、そんなん考えるから、よく言えば大人になったっていうことなのかな。確かに恥ずかしいねこれ一番大事なのは何だったんだっけ？80% の納得で一度走るか、じゃあそこ大事なの。走るか動き出す一歩目ってことでしょバカだから走っちゃうね。一回走って呼び戻されて何って戻ってくるこんな私でもよかったら今年は仲良くしてくださいということで皆さんもぜひやってみてください。ということで今回はここまでです。もう繰り返してみなくていいからね。さよなら、バイバイ。